挨拶へ開始。皆様、こんにちは。YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。Thank you very much for watching this video. I hope you understand what I'm saying in Japanese with this YouTube English text here under. So I hope you enjoy our studying with here Maestro Johann Sebastian Bach's Invention No.1 というわけで、いきなり英語で失礼いたしました。本日の、お題となりますのは、早速画面を変えましょう。こちらの曲になります。バッハ作曲のインベンション第1番。あれなんでここ題名が違うんだろう。これは後でね、その理由は説明いたしますが、この名前の秘密。なんででしょうね。だけど楽譜見ればわかりますよね。皆様ご存知のあの曲です。ですよね。今ちょっとね、ここら辺の装飾音は大問題、がありますので、ちょっと今ね省いちゃったんですけど、後でしっかりと説明させていただきます。というわけで、間違いなくインベンション1番についての動画となっております。私の動画はどれも長くなっちゃうので、こちら下の概要欄にですね、こちらですね、目次キャプションというふうに私勝手に名付けていますが、この動画の内容、何分何秒、何時間何分何秒の、ところでどういう内容のことを喋っているかを、一覧に、しておりますので、どうぞこちらもご利用くださいませ。そして、どうぞね、チャンネル登録の方も、していただけますと嬉しいです。あるいは、なんて言うんでしたっけ、ベルマーク、通知設定をこう常にオンっていう風にしていただきますと、私は時々ライブ放送をしたりすることがあります。突然の、練習動画配信であったり、あるいはこの間は初めての YouTube 上でのコンサートっていうのもやったことがありますので、どうかね、お見逃しなくということで、はい、チャンネル登録、それから通知設定の常時オン。そんなね、一日何本もバカバカ出したりしてお邪魔になったりはしないはずですので、どうぞ、ご検討くださいませ。さて、広告は以上かな。というわけで、早速の和声解析やっていきましょう。この曲はもちろんのドレミファレミドソドロロミドの音が主音となっています。ドの音。主音っていうのは第1音と書いて見てよろしいかなと。で、調合も何もついていない。という、はい。ドの音が主音の波長調セードゥアの音楽というふうに言って間違いなくいいでしょう。そしてもう早速ですが、これは皆様よくご承知の通り、この音楽の美しく歌う抑揚ですね。これをドレミファレミド、ここのファのこう登っていく音に向かってこうクレッシェンドを書くというのは、これは実に、美しい音楽性であると言えます。この和声の説明を次にする前に、一つ皆様にお見せしたいものがあります。それはこちら。出るのかな、こうかな、じゃん。はい。バッハ自身による手書きのインベンションの序文っていうのかな。すごくね、読みにくいんだけど、ここにね、aufrichtigen、合ってたっけ、aufrichtige Anleitung というふうにね、書いてあるみたいで、これを野平一郎先生は、誠実な手引きと、Anleitung はガイドっていうふうに英語にはなってたりしてますけど、ね、いかがです？実質ってすごくないですか？で、そこで特に全部読むつもりはありません。一箇所だけ見ていただきたいのがこの指で指してるの分かりますか？カンターブル、カンタービレという言葉が、これがバッハ直筆、何回も言っちゃうけれど、カンタービレ、よく歌うというその
言葉をこのインベンション・シンフォニアの2世3世の音楽においてこれをしっかりと習得してほしいということをバッハ自身が言っているわけです。それにおいてこのね抑揚をこういうふうに書き出すというのはまさにその心にかなっているのっていうのかな。美しく弾きましょう。ドレミファレミドソドレミファレミドソソ。こうね早く順番にいきましょう。順番にドレミファレミド、左手もこうねクレッシェンドしていきましょう。でそこに理由をつけます。理由土台、あら日本語出てこなくなっちゃった。何が言いたいか、和声的な理由です。246和声解析法というのを、私は、非常に師匠のクラウス・シルデ先生より、その音楽の和声の流れ、サブドミナント系の音に対してこのクレッシェンドマークで盛り上がるというそういう手法を、ドイツ留学を得て、伝授しているつもりです。246和声解析法っていう名前は私が勝手につけたものですが、それは何かというとこのド主音の第1音から数えた時の234ファの音が第4音になっているというこれです。この第4音というサブドミナント系の音に確かにここに盛り上がりを皆感じているわけなんですけど、これをこう数字として和声の数字として表すことができるのです。ドレミファレミド、左手も同じですね。ファレミドね、ファに一つ盛り上がっていく、音が上っていくという上行音形と和声的なこの第4音に向かっていくと、この2つの、点でまさにこのクレッシェンドしていくという音楽性は、説明ができるということになります。で、なぜか左手から説明しちゃうという、ドレミファレミドソソソルの音は第5音というふうになって、で第5音で9分になる。するとここで一つフレーズが終わってるというふうに見ていいでしょう。すると第5音で終わる。これとてもなんか次行きたい雰囲気ありませんか？次の音って何かっていうと、落ち着いたなと。そう、これは、今の主音が聞こえるとホッとするという音楽性がありますが、その、この第5音、これをドミナントっていうふうに書いていいかな。ドイツ和声でいうと大文字の D というふうに書いてドミナントという和声であるという、この和声の力は、いずれここでどの音で、落ち着きたいというそういう音楽性を持っているというふうに言っていいかな。なのでドミナントでフレーズが終わっている。これを日本語では半終止というふうに言います。英語ではハーフケイデンス、ドイツ語だとハルプシュルスということで、ハーフだったりハルプだったりっていうのはこれは半分という意味で、になっております。この言葉をぜひ覚えておいて、ください。そしてこのどこ行くんだろうっていうこの音楽性を、よく、理解しておいてほしいのです。そして先に行きますと、この次のフレーズというのはドラシソド、ここのね、この3小節目のドの音で落ち着いているという音楽性が聞こえますよね。で両手でもで先に進むわけですけど、両手ともにちゃんと落ち着いてると言っていいかな。装飾音の話は後でします。とにかく何を書きたいかというと、こういう、落ち着きある元帥を書いて、そしてここに全終止というふうに書き込んでみたいかなと。このでね、
ここから減衰を書くことと、あと私の A 型気質なのかね、こうちゃんと両方書いておいた方がしっかりと意識が強くなるかなと思って、わざわざ2箇所書いたりしたいんですけど、ね、この3小節目の頭の音で終わっている、全終止していると。英語では忘れた、ちょっと逃げますドイツ語もね、中途半端なこと言うのやめた。全終止後で字幕に書いておこう。はい、というこの大きな、2つのフレーズの終わり方の、ニュアンスというのかな。特に全終止トニカで終わるというね、この大文字 T も書いておきましょう。手話音トニカで終わるフレーズというこの全終止と、ドミナントで終わるハテナ半終止っていう、とても大事なことになると思います。まさにカンタービレの音楽性に直結する勉強となっているでしょうか。そしてですね、次の話いきましょう。ね、このモチーフ、動機って言いますか。テーマっていうにはちょっとね、あんまり短すぎるので、動機と言われますかね。これが盛り上がったらここのこれ同じようにクレッシェンドするという楽譜もたくさんあるかもしれませんが、そこに、こちらクラシック音楽道場としてはちょっと意を唱えたい。すると同じようにクレッシェンド幕を書いてしまうと、この頂点の音というのは主音の第一音なんですね。この主音に向かってこうドレミファと、心を込めたカンタービレでよく歌ったこの和声感と、この一番上の音がこの主音であるというのは、これちょっとニュアンスが違うんです。なので単純にこういうふうに同じモチーフ動機だから同じようにクレッシェンドするというのをちょっと慎重に考えてみたい。消してしまいました。じゃあどうしようか。ここが難しいとこなんですけど、ソラシドラシソラ246の観点でいくと、この2拍目じゃないな、1拍目の裏かソラ、このラの音が第6音になっている。ただね、4拍子の1拍目の裏に第6音、これはちょっと感じることができるかな、どうかな。だからこれはそんな強くね、ソララだけに歌い込むってこれも不自然。ソラシドラシソ、だから軽くカッコしておこうかな。微妙なところです。ソラシドラシソレで、終わりがレの音で終わっている。これが第1第2音になっている。ただこのおしまいの音というふうに言ってもいいのかな。すると第2音ではあるけど、あとボコッとこうね、音も飛んでいますしね。その6音で2音でこれも強くそれと強く歌い込むのもおかしい。だからカッコするのがいいかなと思われます。そしてこのレの音まではあえてコードネームで言うとレソシレという G 見えてるかな、 G というコードネームソシレの和音ですね。でフレーズが終わってると言っていいかな。フレーズ終わってんのかまだ続いてんのか。ただ難しいですね、説明。終わってることにしましょう。するとここにはね、G ソシレのドミナントでフレーズが終わってる。ここに半終止というふうにな音楽性を感じることもできるかなと。そうだ、はてなで全終止するよという、
なんですね。カッコしようかどうしようか今言いながら迷いますが、とりあえずこのままにしておきましょう。で、同じ問題が実は最初にもある。ドレミファレミドソドレミファレミドソドソと左手にもドの音が出てくるからドミソという、一応ドミソの C メジャーという和音に聞こえると言っていいかな。だから最初のドレミファレミドソはトニカの和音で終わっている、前終止しているという。ライラリララすると前終ついに弾いちゃったけど、今迷ってるのはレミドソ、やっぱり難しいな。ファレミドソとこう減衰を書くことになるんです。前終止というふうに書いちゃうと。ただ音楽は始まったばっかりで、ここでいきなりすぐおしまいにしちゃうというのもやっぱりちょっといきなり大げさすぎる気がしたんです。やっぱりこれもカッコしておこうかな。本当におしまいにするんじゃなくて、ちょっとこういうニュアンスがあるよ、一応トニカっぽい音がしてるよと。2小節目に関してはちょっとドミナントっぽいニュアンスがあるかなぐらいのカッコ、それをさっき迷っていたんです。このしっかり盛り上げたり、しっかり前終止したりっていうカッコを書かないバージョンと、ちょっとこういう毛があるかな、第6音ちょっと、第2音ちょっとっていう、そういうのをカッコ付きのニュアンスという、この2つの、書き分け方で、一つ納得、面白いなと思っていただけたら光栄です。さて、そしてでは今まで逃げに逃げてきた装飾音の問題いきましょう。私はこれをこのように弾くことを、これはねモルデントだから、でもここはあれ、ここ装飾音書いてなかったっけ。ありますよね。ちょっとねなぜプレアンブルムという名前がついてるのか。ここはインベンションの楽譜だとこういうゲジゲジマークが書いてありますよね。ゲジゲジマークのこの音の弾き方が大問題ですね。この C の音についてるこれをね弾くのか、下からの音なのか上からの音なのかという問題ですが、